以前 TC9 の修理をして画像の悪さを目の当たりにしてしまい、今のカメラユニットを載せるとどれだけ改善できるのかということで、車両に載せられそうなカメラをいろいろと探してみました。その中で安価で使いやすそうなシャオ ESP32S3 センスというものを使ってみました。そのユニットがこれです。なんかお菓子の袋みたいな中に必要なものがセットになって入っています。購入は Amazon や秋月電子、マルツオンラインなど結構いろいろなところで購入できます。入手性は良いと思いますが、購入場所によって金額は大きく違います。その時々で安いところを探し購入すればコスパ最高と思います。中身はこんな感じです。CPU に Wi-Fi と Bluetooth が載った基板と、カメラやカードリーダーが載った基板。他にはヒートシンク2個とアンテナ、コネクタが入ってました。さて車両に入るかが問題で、幅は 18mm ぐらいです。うまくすれば車両に収まりそうですね。縦は 22mm ぐらいです。小さくて期待が持てます。では車両に収まるか見ていきましょう。カメラカーにするのは毎日目にしている E130 にします。早速先頭車をばらしていきましょう。入りそうですが微妙に基板が当たります。少し車両を加工する必要がありそうですね。ところが最初に何が入っていたか覚えていますか？そうです。ヒートシンクがついてましたね。実はこんな感じでヒートシンクが両面テープで貼り付けられるんです。またカメラのフレキシブルワイヤーも長さが短く、基板配置に自由度がありません。ヒートシンクは良いとしてもカメラのケーブルが短いのは致命的です。いろいろと調べるとカメラのケーブルは 40mm 程度のものが別売りされていそうです。とりあえず注文だけしてカメラの実力を見ていきましょう。走らせてみないと実力もわからないので、カメラを載せる台車を作ります。以前クリーニングカーを 3D プリンタで作ったので、そのデータを使ってカメラ基板用に修正しました。出来上がったのがこれです。組み立てていきましょう。まず台車です。ちょっと黒で印刷してしまったので見づらいですが、この台車は加藤のネジ留め式を使って留めていきます。台車側の組み立てはこれだけです。次にモジュール基板に Wi-Fi アンテナを取り付けます。2枚の基板のコネクタを合わせはめ込みます。このモジュールは USB で動作しますが、バッテリ接続端子も持っていて、バッテリ動作させる場合にはケーブルをハンダ付けする必要があります。またバッテリを接続した場合には USB から充電できる機能もあるようです。ボード側のハンダ付けできましたので、最後ヒートシンクを貼り付けて終わりです。幅が狭いようで基板が入りません。完全に設計ミスったようです。作り直しか。ということで今度は白色で作りましたよ。ヒートシンクは冷却を考えて下側に突き出しています。カメラを貼り付ける台を上につけます。アンテナが少し大きいので取り付け場所が難しそうです。カメラを両面テープで貼り付けます。問題のアンテナですが、とりあえず上に貼り付けておきます。
せっかくモジュールが小さいので、アンテナも小さくしてもらえればよかったのですが、マスキングテープで貼り付けるのは見栄えが悪いですが、あくまでも確認用なので勘弁してください。これでカメラ確認用のカメラカーができました。コネクタを挿せば電源は入ります。これでカメラ側の準備は整いました。次に ESP32 ソフトの書き込みをしていきます。使うツールは Arduino IDE なので、Arduino 経験者であれば簡単です。手順は Arduino IDE がインストールされてれば、以下の6つの手順だけですので説明していきます。まず、1、ソフトダウンロードですが、スイッチサイエンスのサイトから行けます。スタートガイドをクリックすると、ダウンロードサイトに飛びます。ここがシードスタジオのサイトで、Wi-Fi カメラから映像を見るソフトがダウンロードできます。ビデオストリーミングというところをクリックします。次にダウンロードザコードをクリックします。ここで全てのファイルをダウンロードしたいので、一度上の階層に戻ります。上の階層へは、ここをクリックします。コードをクリックします。ダウンロード ZIP をクリックすると、圧縮ファイルでダウンロードできます。圧縮ファイルを解凍すると、他のスケッチもダウンロードしますが、今回はカメラウェブサーバー4 ESP Arduino 3.0 X だけ使用します。フォルダ内のファイルはそのまま全て使います。手順2では、カメラウェブサーバー4 ESP Arduino 3.0 X INO をダブルクリックし IDE を立ち上げます。これが今回カメラ基板にダウンロードするソフトです。手順4の接続 Wi-Fi ルーターの SSID とパスワードを記載します。順番が逆だったかもしれませんが、IDE の環境を作っていきます。手順3に戻ってボードマネージャより ESP32 をインストールします。追加のボードマネージャの URL を開きます。ここに記載する URL は先ほどのシードスタジオに記載されています。そのアドレスをコピーして先ほどの URL に貼り付けます。次にボードマネージャを開き ESP32 と検索します。表示された ESP32 のインストールをします。インストールに少し時間がかかるかもしれませんが、気長に待ちましょう。ボードマネージャのインストールが終わったら、使うボードが出てきますので手順5の設定をします。ここで社を ESP32S3 を選択します。やたらたくさんのボードがあるので、探し出すのに時間かかりますが、PSRAM も設定します。ここで OPI、PSRAM を選択します。最後ボードの接続されているコムポートを確認します。手順6でボードにスケッチを書き込めば終了です。最初は少し時間がかかりますが、地道に待ちましょう。ダウンロード成功です。ここでカメラに IP アドレスが割り当てられたので手順7の確認をしておきます。シリアルモニターを開きます。するとローカル IP が表示されました。表示されない場合には一度ボードを外して差し直してみてください。この IP アドレスはブラウザからアクセスするときに使用します。Wi-Fi 環境が整っていれば、この時点でルーターに接続されているはずです。あとはブラウザを立ち上げて IP アドレスを入れれば画像が見れるはずです。カメラがルーターに接続されていると、左のメニューが表示されます。ここで下にあるスタート、ストリームをクリックすると映像が表示されます。左のメニューで解像度や設定を変えられるので、自由にいじってください。ここまでは意外に素直に動きました。
これなら初心者の人でも使えそうですよ。さて、問題は映像の綺麗さです。走らせてみてみましょう。どうでしょう。ノイズは乗ってないですね。ただ Wi-Fi 環境が良くないのか、フレームレートが低いような気がします。そのため画像の解像度も 640×480 ぐらいまででしょうか。消費電流ですが、黄色の波形が電流で青色が電圧です。電流は 0.5 オームのセンシング抵抗を入れているので、平均した電流は 360mA ぐらいです。結構電流は流れていて、今回使用した 200mA、アワーのバッテリーで30分といったところです。使い勝手を考えると、微妙なところですね。次に充電電流の確認です。波形はカメラユニットに USB コネクタを挿したものです。今度は黄色の波形はグランドの下側に行ってますね。この電流がだいたい 140mA です。200mA、アワーのバッテリーだと1時間半で満充電といったところでしょうか。カメラの動作確認としてはこんなものでしょうか。この後車両を改造してカメラを組み込むかは。今回はひとまず終了といたします。注文したカメラもあるので、進展あれば更新いたします。最後までご視聴ありがとうございました。